皆さん羊毛フェルトを何年もやってるのになかなか上達しないとか、モデルの子に似せて作りたいのになかなか似せることができない。自分には才能とかセンスとかそういったものがないんだなって悩んだことないですか？上達するために YouTube でね、作り方の動画を見て学んでみたり、あるいは教室に通ったり、オンライン講座に申し込んでみたり、書籍を買ってね、勉強してみたり、いろんな方法で努力してると思います。でもそれなのになかなか自分の作品のレベルが上がっていかない、上手くなっていかないって悩んでる人はね、本当に多いと思います。では、それだけね、努力していろんなとこで学んだりしてるのに、いろんなことを教わってるのになぜ上手くならないのか。実はその原因はあなたの才能がないわけでも努力が足りないからでも全くそういうことじゃありません。ほとんどの場合、上達するための学び方を分かってないだけなんですよ。はい、お疲れ様です。虹玉屋の北川です。今日はですね、何年も羊毛フェルトをね、学んでるんだけどなかなか上達しないっていう人のために、いろんな先生から教わってすごいテクニックを学んでるのになぜか私の作品はリアルになっていかない。そんな人のために何が悪いのか、どこをどうしなければいけないのかという話をします。先ほども言ったけれども、上達しないほとんどの原因が才能がないとか努力が足りないとかそういうことではなくて、そもそもの学び方を分かってない。ただそれだけなんです。今日はね、そんな話を深掘りしていきたいと思います。まず最初に伝えたいのは、一生懸命作ってるのに上達しないって感じてるのはあなただけじゃないですよっていうことです。ほとんどの人がね、同じように感じてます。羊毛フェルトってなんか作れば作るほど上手くなってくって思われがちだけど、実はそうでもないんですよね。もちろん数をこなしてればそれなりに作れるようになるし、手の動きとかもね、速くなってくるから上達はしていくんだけれども、でもね、ただただ回数をこなしていればリアルな作品が作れるようになっていくかっていうと、それはね、また別の話なんだよね。で、皆さん多分ね、心当たりがあると思うんだけども、何回作品作っても同じような失敗をする人多いと思うのね。例えば猫顔を作った時に顔がね、縦に長くなってしまうっていう人とか、何回作っても同じような顔になると思うし、目がずれてしまうっていう人は必ず何回作っても同じように目がずれる。で、これはね、センスがないとかそういうことではなくて、毎回ね、同じような失敗を繰り返すっていうのは、そもそもどこがずれてるとかどこが間違ってるっていうことを自分自身で認識できてないんだよね。つまりどこが原因で失敗してるかを自分で見つけることができてないわけだから、上達しないなって感じていたら、そんな状態でどんなに新しい技術とか素晴らしいテクニックを学んだとしても、それを使ってやってみたところでね、自分がずれてることに気づかなかったら直しようがないから。だから今日は作品を作る時の見る場所とか考え方、そんな話をね、していきたいと思います。作品作ってみてね、多くの人は自分の作品と見本の作品ね、モデルさんの作品を比べた時になんとなく似てないなっていうのはわかると思うのね。でもみんなそこで止まっちゃうんですよ。大事なことは、なんか似てないなで終わらせるのじゃなくて、どこが違うのかを具体的に見つけなきゃいけないんですよ。これをほとんどの人がやってない。例えば目と目の間隔がね、離れてるのか近いのかとか、鼻が大きすぎるのか小さすぎるのかとか、耳の位置が悪いのか、顔の大きさに対して体が大きくなりすぎてるとか、そのようにどこがどのように違うのかっていうこと、そこがわからないとどこを直せばいいかそもそもわからないでしょ。で、多くの人がやってるのは、どこがどう間違っていてどう直さなきゃいけないのかっていうのがぼんやりしたまま修正するのね。なんとなく目が違うような気がするからこんな感じかなってぼやっとしたイメージができてない状態で手直しするから、どん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 かけ離れていく。決して似ることはない。ここで大事なのが作り方とか何かすごいテクニックとかそういう技術を増やすこと。それをやっても解決しないんだよっていうこと。もちろんね、作り方を学ぶっていうのはすごく大事なことなんだよ。道具の使い方だったり植毛の仕方だったりね、目とか鼻の付け方だったり、あるいは作り方だったり、そういった技術は当然必要です。ただ作品作りで大事になってくるのは、毎回機械のように同じ形を作ることではなくて、作りたいモデルの子によってね、体格も違えば模様も違うし、毛の長さだって違う、個体差があってね、毎回作る作品は同じものにはならないはず。つまり作り方を覚えるだけでは違う犬、違う猫、違う動物を作るときに
対応できなくなってしまうんだよね。だから本当に大事なのはテクニックを増やしていくことよりも、そもそも自分がもともと持っている能力の部分、感覚だよね。自分の中の感覚を育てること。これがめちゃくちゃ重要なんです。例えば、モデルの写真を見て作品を作ってみようってなった時に、写真をね、しっかりと読み取れないと。形がどうなっているのかとか、どこがへこんでいて、どこが膨らんでいるのかとか、そういったいろんな情報をしっかりと読み取れる、その能力を伸ばさないと。見る力が育つと、作品とね、モデルの写真を比べた時に、あ、ここが違うなとか、じゃあここをこう直せばいいんだなっていう風に自分で判断できるようになってきます。ではね、ここから具体的に上達していくためにはどんなことをしていかなきゃいけないのかっていう話をしますね。僕はこの4つで考えています。流れはね、とてもシンプルなんですよ。1つ目は、とにかく写真を見ること。それはただ眺めるっていうことではなくて、これから作ろうとしている形がどうなっているのか。例えば犬だったら、どれぐらいの体格なのかとか、毛色はどうなっているのかとか、毛の長さはどうなんだとか、1枚の写真だけで判断するんじゃなくて、とにかく複数枚の写真から情報を読み取るようにします。とにかく見て観察する。そして頭の中で形をイメージしてから作品として形にしていくっていうことをやります。で、次2つ目に、形にした作品をモデルの写真と比較することです。これはね、何も完成してから比較するじゃなくて、作ってる途中でもいいのね。途中の段階でも何度も何度もいろんな視点でチェックすることができるからね。例えば、目をつけた時に目と目の間隔は合ってるかなとかって、その目だけで見ることもできるし、鼻をつけた時に鼻の大きさ大丈夫かなとか、輪郭を作ったら輪郭の大きさ大丈夫かなとか、その都度チェックしてあげる。これをすることで作りながら違いに気づいていくことができます。次、3つ目。これについては原因を探す。考えることです。どういうことかというと、比べてみた時に、あ、やっぱりなんかここが違うなとか、なんで似てないんだろうって必ずなりますよね。その時にそこで終わらせるんじゃなくて、原因を突き止めなきゃダメなんですよ。何がおかしいんだろう。作品の写真とモデルの写真をピタッと並べていたら絶対にね、見つけられるはずです。皆さん間違い探しとかしたことありますよね。あれで違うとこって見つけれるじゃないですか。だからモデルの写真と作品の写真を比べたらもっと分かりやすく見つけやすいですよ。だからそれぐらいのことを必ずしてあげる。そうすることで目の位置が違うのかとか、鼻の大きさが違うのか、もしくは輪郭自体がね、大きすぎるのかとか、必ず何か答えが見つかります。で、4つ目。そうやって比較して原因を見つけて初めて修正に入れるんですよ。原因がね、どこにあるか。目が離れすぎてるんだなとかね。じゃあもっと近づけなきゃっていう風に原因がはっきり分かってればやることも決まるじゃないですか。頭の中でしっかりと、あ、ここがこうだからこういう風にしなきゃっていうイメージができているから、だから修正してもしっかり直すことができるんですよ。ほとんどの人が修正してもうまくいかないのは、どこがずれていて何が原因でどうしなければいけないかっていうそのイメージをしっかりと持たないまま直しに入るから治らないんですよ。上達の流れはこの4つです。まず見る。徹底的に観察する。そして2つ目に比べること。どこが違うのか間違い探しをしてみること。3つ目が間違っていたならその原因はどこにあるのかを探してみること。4つ目はどこがずれていて何が原因なのか、そこが分かったらしっかりと手を動かして修正をしてみる。この流れを必ず守ることです。最初は慣れないかもしれないけど、これを繰り返すことで必ず自分で自分の作品の何が良くて何が悪いか、そしてどのように直さなければいけないかをセルフチェックして直していけるようになります。それではね、せっかくなのでここで皆さんにねやってもらいたいことがあります。これまで皆さん作品作ったことあると思うので、実在するねモデルの子を参考に作品作ってみた人もいるかもしれないし、ひょっとしたらアニメのキャラとかそういったものを作ったことがあるっていう人もいるかもしれないけど、とにかくモデルが存在していてそれに似せるために作ったことがある作品、そういう作品があるんだったら、ぜひですねこの動画を見終わった後にその作品とモデルの写真をしっかり並べてどこが違うかねチェックしてみてください。さっきの4つの流れをねやってみてください。最低3つ何かね違いを探してみましょう。これね大事なのは自分がね探し出した原因、それがね合ってる合ってないはどうでもいいんですよ。大事なのは写真をしっかり比べて
自分ですごく意識してどこが違うのかって間違いを探そうっていうその意識していることがものすごい大事なんですよ。これまでは並べて比べてみた時になんか違うなで終わっていたものがどこが違うんだろうって原因探してやろうって思って探したら絶対に見つかるし、今までとは違った視点で物を見れますから、この練習をするだけでもう全然変わってきます。とにかくなかなかね、何年もやってるのに上達していかないんだって悩んでた人は、新たな技術とかテクニックを追うだけじゃなくて、もともと自分の中にある感覚、絶対に誰でも持ってる感覚だから、これはね、見て何か違いを見つける。日常的に違うことだったら絶対にやってるはず。それを作品作りにもしっかり使おうねっていう話。そこの能力を作品作りに徹底的に生かしてほしいんですよ。それをやることで絶対に上手くなってきますから。これはもう断言します。でもね、そうやって今話を聞いたとしても、なかなかね、自分一人じゃできないと思うので、ちょっとね、始める時期はまだ未定なんだけども、今言った内容、そういったところをね、しっかりとみんなに学んでもらうために、1ヶ月集中無料講座をね、やりたいと思います。これはね、犬や猫の作り方を教える講義じゃありません。今言ったように、上達のためのこの4つの流れ、写真を見る、写真を比較する、違いがあるなら、その原因を探してみる、そしてイメージできてから修正をしてみる。この4つの流れを体験してもらう講座になります。写真のどこを見なきゃいけないのかとか、どうやって作品と比べるのかとか、わからないものをどうやって調べなきゃいけないのかとか、そもそもやり方自体がね、皆さんわからないと思うので、そういったところをね、レクチャーしていきます。これができたら、どんな作品でも作れるようになります。今までね、何年もやって、なかなか自分の上達が感じられないっていう人も、それはね、才能がないとかそういうことじゃないから。今言ったように、何をどうやって学んでいけば、練習していけばいいのかが分かってなかっただけだから。練習の仕方、学び方、そこをしっかりと勉強さえすれば、そしてそれを実践すれば、絶対に上手くなっていくんだよ。今までね、そういったことを教えてもらえる機会にね、恵まれてなかっただけだから、ぜひね、この1ヶ月集中講座、参加してほしいなと思います。これはね、もう無料でやりますんで。またね、これは詳細が決まったらね、皆さんにね、お知らせしたいと思います。はい、というわけでね、このシリーズはね、少し続けていこうかなと思います。次回、作品を作るときにとても大切になってくる写真の見方、写真の読み取り方っていうのかな。じゃあその観察をするときにどういう視点でものを見てるのかっていう話をね、していきたいと思います。はい、というわけでね、今日の動画はここまでです。今日のね、内容がね、良かったと思う人はね、ぜひね、いいねボタン、そしてね、ハイプボタンを押して応援してくれると嬉しいです。そして、初めてね、この動画を見た人は、ためになったなと思ったらね、チャンネル登録してくれると嬉しいです。こんな感じで、実際に羊毛フェルト作家としてね、これを本業にしてね、ずっと何年もやってる僕が、作品の作り方だけではなくて、作家として必要な考え方とか、こういったね、知識をね、伝えてるチャンネルなので、ぜひね、チャンネル登録してください。はい、というわけで今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕がフェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。